今日は世界に何食べよう。どうも、しょうごです。リヤド、石油で潤ってるはずがなぜかいまいち。長らく娯楽制限があったため、基本的に面白くない。さらに移動もタクシーだけで不便。あらら、これは10年後に訪れた方がいいかもしれないです。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り652万円。おはようございます。みんながこっちの方に来たからシェラトンの近くに来てみたら、あ、コーラの時間か。すごいお祈りしてる。意外と12時ぴったりってわけじゃなくて、若干ゆったりなんか遅刻してきてる人もいるんだよね。12時じゃなくてもいいのかな。お祈りを続々終えて帰ってきます。意外と短いんだね、お祈りする時間。一気にコーランを終えて出てきました。かなりあん中に人いっぱいいたんだな。ラマダンに加えて金曜日ということでサウジアラビアは多分ほとんどの店がやってないだろうという算段のもと、15時半まで部屋でゆっくりしたので、今からリヤドモールに行ってこようと思います。リヤドで一番でかいやつらしいんで、グーバー簡単に捕まったんで、ここで待ってみます。多分あれかな、ウーバー到着。リヤドで一番大きなモール、リヤドパーク到着。今日は休日だから意外と人いるのかな。ラマダン中っていうことなんでちょっとどっちかわからないけど、まず入ってこようと思います。建物自体は横にだだっ広い感じで3階ぐらい建てかな。高さはそんなないです。で、やっぱラマダン中ということで食事食べるところは全部まだ今4時かやってないですね。なんか形がやっぱ独特でね、この曲線が中東感あるというか金持ち感ある。サウジアラビアの政策としてビジョン2030っていうのがあって、2030年までに石油からの脱却っていうのを掲げてるんだけど、それの一つとして観光であったり教育、教育に関しては女性の社会進出とかそういうのも含まれていて、でもやっぱ宗教界っていうのがあって、そこの人たちが結構反対するらしく、なかなか観光とかそういう教育っていうのも発展させづらいっていう状況があるらしいです。このシェイクシャックとかやってるな。多分持ち帰りだけだと思うんだよな。ここでは多分イートインはできなくてラマダン中なので持ち帰りはできるようになってると思います。と思ったら食ってんじゃん。これはなかなかあれだね、多分そんなに気を使わない人が食べてるみたいで。意外とやっぱ外で食べるのはご法度らしいんで、僕たちも意識して食べないようにはしてます。フードコートもやってる店とやってない店があるんだけど、基本的にオマーンでもそうだったけど、マクドナルドはラマダン中もテイクアウトならやってるみたいです。値段自体はセットで800円。で、バーガーの単品だと10だから400円ぐらいか。そこまで言うほど高くないけど、ちょっと高いかなぐらいの金額になってます。モールから向こうに見える KAFT っていうキング・アブドゥハル・ファイナンシャル・ダイレクトっていう、金融街に行ってこようと思います。タクシーでも行けるんだけど、ちょっと街並みも見てみたいということで、気温もそこまで暑くないんで歩いて行ってみようと思います。こりゃ豪邸ですね。気温自体は30度とかなってるけど、カラッとしてるし、風もあるんでかなり過ごしやすい気候です。でもこういう大豪邸とか、ああいうでっかいビルとか見ててもやっぱ思うんだけど、その間とかが、完成途中なんだよね。もうちょっと頑張って全部をきれいにするっていうのなくて、途中でやめちゃうことが多そうです。あとなんといってもやっぱサウジアラビア砂漠。このリヤド一帯だけがまだ建物があるけど、飛行機で上から見た時にほぼほぼ砂漠だったんで、土ばっかなんだろうなっていう感じ。KFD には建物が90個超えてて、ビルは60個超えてるらしいです。で、しかも駐車場に関しては6万2000台止まるほどの大きさのスペースがあるみたいなんで、超でかいよね。でもその中でこの所有者は王様らしいんで、やっぱサウジアラビアの石油を感じますよね。家でかすぎだろ、本当に。絶対ここら辺は金持ちだろうな。
なんか基本的に監視カメラついてるんで、なんかじろじろ見たらなんか殺されそうな怖いさがある。まあ、殺されることはないだろうけど、なんかそんぐらいの緊張感があります。やっぱオマーンとかマジで綺麗だったなって思わされるのが、この富の裏側はこんな感じで、なんかペットボトルとか落ちてたり、ゴミ落ちたりとか、あと水たまりできちゃったりとか、なんか中途半端だよね。完璧に綺麗って感じじゃないんだよな。建設費は17億リアル。日本円で言うと686億円ぐらいかけて作ったらしいです。多分一気にガーッと作ってるんで、ほんとこの一体だけがすごいって感じ。多分日本の駐在員の方とかもここら辺で多く働いてるんじゃないかなっていう、そんなとこの経済特区です。もう目と鼻の先にあるんだけど、こっからどうやって渡るのかな。むずっ。橋とか、あっち側に橋ありそうじゃね？向こう側まで行くのか。やべえ。KDFC 行けなかったわ。あそこ渡るの超大変で、歩こうとしたら1時間かかったんで、今回は中から見るのはやめて、次は一番リヤドというかサウジアラビアで一番高いビル、キングダムなんとかに行ってきます。そこも車では10分なんだけど、歩くと3時間とかかかるみたいなんで、ウーバー呼びました。ちょっと暑いな。日差しが強い。ウーバー到着。ピンスルイってちょっと間違えちゃったからあっち側に行っちゃった。乗っけてもらいます。ウーバーもなんかランクルみたいなデカさの車だし、めっちゃ綺麗。さすがだな。ショッピングモールからショッピングモールに来るっていうね。キングダムセンター到着。特にやることはないんだよな。一旦中見てきます。やっぱウーバー高え。オッテガニロエベ。入ってくわ。でもここやることないです。マジでやることない。もう高級ブランドしかない。これ、オッテガとか、なんだっけ時計のやつ。一旦ここで休憩して、夜ご飯多分6時ぐらいからしか多分開かないんで、それまで待とうと思います。サウジアラビア観光するとこじゃないかもな。リヤドでこれだから他の地域とかもっと何もないのかもしれないなってちょっと思ってます。一旦もう5時半ぐらいになったんで、お腹空いてきたんで、調べていたご飯屋さん行ってこようと思います。ご飯を食べに行く前に目の前のモール、オラヤモール。こっから見る方が多分綺麗なんじゃないかなって来てみたけど、やっぱ外から見るもんだな。中から見てもただの高級モールだから、こっから見た方が全然かっこいいです。線抜き。サウジアラビアで一番高いんだけど302メートルらしいです。ブルジュハリファとかおととい見てたやつは828とかだから、それの3分の1ぐらい。結構でかく感じるけどそうでもないんだね。地上から41階建てで45機のエレベーターがあるそうです。で、これが17億リアル、日本円で言うと685億円ぐらいで建てられたらしいです。さらに言うと、観光として建てられたわけじゃないから、上の方に行くこともできるんだけど、それまでの道なり、エレベーターとかは全然来られてないんで、普通のエレベーターで上がっていくみたいで、さらに夜になるとあそこのちょっと光ってるとこがネオンになるんだけど、その光るせいで景色が全然綺麗じゃないという悪名もあります。電車とかバス、あれではバスだ。ああいうバスとかも頑張って作ってはいるんだけど、アプリとかもあるんだけど分かりづらいし、まだまだ完成途中っていう形なんで、これから交通渋滞なくしていくっていう取り組みはしてるものの、まだ全然進んでないっていうのが現状です。今回僕たちもバス乗ろうとしたんだけど、全然、分かりづらかったんで Uber にしてるっていうところがあります。多分 Uber 来た。9397。到着。センキュー。なんだこれ配られてきた。すげえな。今赤信号で停車したらこんな感じでみんなに水とかラマダン用のお菓子とかを配ってました。これ当たり前なのかな。初めての経験だけど、すごいよ。水とあとジュースか。
デーツも入ってるわ、夏目だし。ラマダンメニューなんだね。すごいわ。運転手もさっきもらったデーツとかを食べ始めました。若干まだ日は残ってるけど食べてもいいみたいです。ここら辺は人によっての個人差のさじ加減なのかもしれないな。昨日めっちゃ混んでたからちょっとマークつけてたとこなんだけど、やってるね。トルコ料理っぽいんで、あとはまあサウジアラビア料理もあるって書いてあったんで食べてこようと思います。店内はかなり人気店で人が次々と入ってきます。千匹屋並みにフルーツ揃ってて美味しそうだったんで、フルーツジュースも注文しました。サウジアラビア伝統料理のカブサ、鶏肉半身、そしてケバブかな。いただきます。本当に？なんかジューシー。だいぶうまいわ。そもそもの肉がマジでジューシーでうまい。オマーンでも同じような料理食べたんだけど、オマーンよりうまいわ。全体的にサウジアラビアはオマーンに負けてると思ったけど、食だけはこの店が美味しいのかな。めっちゃ美味しいです。結構こっち側の料理って米がパサパサなんだけど、結構もちっとしてて、もちっていうほどではないけど、パサパサしてないから美味しい。こっちのケバブは外がカリッカリで中結構肉がっしり走ってるから、このちょっとニンニク効いた白いソースにつけて食べるとなおうまいです。ごちそうさまです。宿まで歩いて帰ってるんだけど、これがサウジのバス停。いや、使い方わかんなかったな、最後まで。でもこういう電光掲示板もあるのか。いや、これ使えればだいぶ安く済んだんだけどな。タクシー使っちゃってました。こんな公園あるんだ。いや、結構人いっぱいいるな。今目の前に見えてるのがシェラトンになっていて、ここから15分ぐらいで帰れる予定です。この公園も結構ゴミ落ちてるんだよな。こっち側が旧市街っていうことだから、ちょっと若干市街地に比べたら、廃れてる気はするな。無事、ホテル到着。いやおはようございます。今日も朝食食べてくんだけど、結構空いてるんだよな、本当に。若干薄暗いし。正直に言うと、ここの4ポイントシェラトンはそんなおすすめってわけじゃないんだけど、このチーズだけは朝食でおすすめです。料理とかも基本的には昨日と同じになっております。サラダと、あとはドーサ、そしてオムレツにカレー。いただきます。やべ、サウジアラビアほんとなんもしてないけど、今から空港向かって空港泊して、クウェートに向かおうと思います。ウーバー到着。キングハーリド国際空港到着。多分ここで一夜過ごせそうだな。明日は早朝の便なので、ここで泊まっていきます。その前に夜ご飯、空港は多分ラマダン関係なしに空いてると思うんで、夜ご飯探してきます。ファストフード店はめちゃくちゃ混んでて、みんなご飯を買って机に置いてないけどまだ食べ始めない。これは多分日の入りになってないからだと思うんだけど、今日の日の入り時間は6時12分。あと12分後。本当にその時間、ネットの情報なんだけど、6時12分から食べ始めたら、ラマダンではネットの情報で日の入りを確認してるのかなっていうことになると思います。やっぱり6時12分なのかな。12分に日の入りってネットでは書いてあったけど、その時間近くになってきたらみんなご飯を準備し始めた。6時13分になったら、なんかコーラが流れ始めた。多分これなんだろうな。開始のタイミングは。みんな水飲み始めた。食べ始めたわ。じゃあネットに書いてあった日の入り時間を考えて、それに合わせてコーラが鳴るんだ。すげえ。今日はサウジアラビアのリヤド空港で空港泊します。おやすみなさい。
おはようございます。無事出国できたので、今からサウジアラビアからクウェート行ってきます。